ご視聴ありがとうございます。ゆうたびです。福岡にやってきています。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。今回訪れるホテルは大手外資ホテルグループハイアットホテル&リゾーツの上位グレードのホテルとなります。ホテルの車寄せに到着しました。またホテル内の施設紹介でこちらもご紹介いたします。博多、中洲、天神のそれぞれに高アクセスな複合商業施設キャナルシティ博多、こちらにホテルがあります。グランドハイアット福岡、こちらに一泊したいと思います。真っ赤なホテルのロゴ入りカーペット、絶対いいホテルだと期待が高まります。レセプションに到着しました。チェックイン手続き待ちです。海外の方がたくさんいました。さすがハイアットグループですね。自分たちの番が来てチェックイン手続き。クラブラウンジが利用可能なお部屋なので、クラブラウンジの利用について丁寧に説明してくださいました。チェックイン手続きを終え、お部屋へ向かいます。エレベーターホールにいたスタッフさんがスムーズに誘導してくださいました。今回のお部屋は12階、ホテル最上階のお部屋でした。12階に到着しました。素敵なエレベーターホールがお出迎えですね。今回アサインいただいた1243号室、クラブキング34平方メートルのお部屋です。カードキーを差し込むタイプですね。それではいざ。カードキーの向きが決まっていました。気を取り直していざ。お部屋に入りました。まずは入り口周りをチェックしてみましょう。お部屋の位置と避難経路図、横に長い建物ですね。お部屋入ってすぐ左手にカードキーのポケット、ダミーカードが最初から入っていました。お部屋の中を見渡してみましょう。34平方メートルよりも広く見えます。落ち着いた色味なのも良きですね。眺望もチェックしてみましょう。天神方向の眺望ですね。そして眼下には中川と博多川、そして中洲が見えています。窓際に一人掛けのソファーとテーブル、きれいに整えられたキングサイズのベッド、ベッドサイドも見てみましょう。向かって左側から、デスクの上にはティッシュボックス、時計、電源コンセントが2口、ベッド奥の壁にはアートボードが飾られています。向かって右側も見ていきましょう。客室内電話機、お部屋やベッド周りの照明の操作パネル、非常用ボタン、誤って押さないよう注意ですね。ベッド横にキラキラ輝く壁紙とダイソンの扇風機が置いてありますね。こちらの扇風機が最初から設置してあるのもありがたい配慮ですね。お部屋の奥にちょっとしたスペースのある小部屋がありました。キャリーを2台置いても十分な広さがあります。小部屋の奥にある扉を開けてみると、クローゼットになっていました。クローゼット内の上の棚に毛布が入っていました。
十分な数のハンガーとアイロン台、ネクタイハンガーなんかもありました。珍しいですね。消臭スプレーはグランドハイアットのロゴ入り。コンパクトサイズなセーフティーボックスも設置されていました。バスローブとアイロン、その下には使い捨てスリッパが個包装になって置いてありました。上段の引き出しにはナイトウェアが入っていますね。上下セパレートタイプ、胸元にはグランドハイアットのロゴ入り。中段の引き出しには浴衣と帯が入っていました。シンプルなデザインの浴衣となっていました。下段の引き出しにはランドリー関係や荷物の伝票が。ランドリーのプライスリスト、シューポリッシャーとソーイングセット、立派な紙袋も入っていました。こちらのデスク周りを見ていきましょう。まずはデスク周辺から。シャープの加湿空気清浄機が最初から用意されていました。パナソニックのテレビ、つけるとホテルの案内が流れました。スマートテレビ対応ではありませんでした。 Wi-Fi の案内もテレビから。ダウンロードが 24Mbps、アップロードが 28Mbps と若干遅め。グランドハイアット福岡は全室禁煙ですので注意しましょう。デスクの上を見ていきましょう。何やら美味しそうなものが。今回事前に誕生日に滞在することを楽しみにしている旨をホテルに伝えたところ、なんとご好意でスイーツを用意してくださいました。こちらのお水も一緒にいただきました。ご好意に感謝の気持ちでいっぱいです。スイーツの隣に置いてあったこちらのカード、総支配人さんからのメッセージカードでした。デスク奥には電源コンセント2口と LAN ポート、 RJ10 のポート。外装工事の案内。自分たちの滞在中は特に感じることはありませんでした。テレビのリモコンと筆記用具、ペンもメモ用紙もどちらもホテルのロゴ入り。デスクチェアは高級感もありつつデザイン性のあるものでした。デスクすぐ横にあるミニバーを見てみましょう。ネスプレッソのコーヒーメーカーと無料でいただけるミネラルウォーター。こちらはチェックイン時にいただいたものたち。カードキーのデザインはこちら。カードキーの向きは注意です。こちらはいわゆる宿泊証明書ですね。カードキーが入っていたケースの裏はホテル情報でした。いくつかある引き出しや扉の中を見てみましょう。上段の引き出しを開けてみるといろいろと入っていました。ネスプレッソのポーションは2種で2つずつ。紅茶やほうじ茶、やめ茶のティーバッグ、コーヒークリームや砂糖類、スナック類は2種類ですね。アイスペールやグラス類、ティーポットやティーカップ、ティーバッグトレイ、栓抜きやマドラー、ストローも入っています。こちらの中段にある引き出しはいろいろ案内らしき紙が入っていたり、
ケーブルなどが入っていました。マルチコンセントプラグと LAN ケーブル、ミニバーのプライスリスト、生産はチェックアウトの際ですね。こちらはネスプレッソマシンの使い方が書かれた冊子。無償の提供品や貸し出し品のリスト。こういうリストが置いてあるとお願いしやすいですよね。ルームサービスのメニュー、肉料理やパスタなどいろいろオーダーできるようでした。最後にこちらの扉の中を、電気ケトルや冷蔵庫が入っていました。タイガーの電気ケトル、新約聖書と仏教聖典、冷蔵庫の中にはソフトドリンクや炭酸水、お酒が入っていました。いずれも有料ですのでご注意を。奥の小部屋から行ける水回りを最後に見ていきましょう。こちらが水回りとなります。入って左手にお手洗い、右手にバスタブとシャワーブース、そして正面は全面鏡張りとなっています。お手洗い側から順にチェックしていきましょう。パナソニックの液晶テレビ、バスタブに入りながら見ることができます。非常用電話と呼び出しボタン、ペーパーホルダーはシングルタイプですね。ウォシュレットは TOTO 製でした。お次は洗面周りを見ていきましょう。ガラスのコップが2つ、反射で4つに見えますね。ライト付きの拡大鏡、先ほどのテレビのリモコン、ティッシュボックスも用意されています。ドライヤーはパナソニックのイオニティ。水栓のレバーは壁に取り付けられているタイプです。シンクはなんと透明。かなり珍しい気がします。洗面向かって右側を見ていきましょう。フランスのブランドバルマンの固形石鹸、シンク横にはハンドタオル、こちらの木箱の中にはアメニティがたくさん入っていました。バルマンのボディローション、いい香りがします。愛媛にあるアイテック製ピクスパクスのスキンケアセット。ここからはテンポよく紹介していきます。まずはコットン、そして折りたたみヘアブラシ、シャワーキャップとサニタリーバッグ、歯ブラシセットと T 字カミソリ、シェービングクリーム付きです。なんと爪切りまで入っていました。そしてバスソルト、綿棒とマウスウォッシュ、木箱の隣にはバルマンのバスアメニティ、ボディタオルも置いてありました。ありがたいです。たくさんのフェイスタオルとバスタオルが。アメニティの木箱、もう1セット用意してくださってました。感謝。
洗面台の下に椅子、ゴミ箱、体重計。ホテルで割と見かけるステンレス製の体重計でした。バスタブはゆったりとした広めサイズ。そしてバスタブの上にはタオルラックがありました。シャワーブースの仕切りは透明なガラス戸があるだけの見せていくスタイル。ドアを開け中に入ってみると、大人1人分くらいのスペースの高級カンタダ用デザインのシャワーブース。頭上にはレインシャワーも設置されています。ハンドシャワーは高さと角度が変えられるようになっています。こちらにもバルマンのバスアメニティが置いてありました。シャワーの水栓、左に回すとハンドシャワー、右がレインシャワーとなっていました。ルームツアーは以上です。ルームツアーの後は気になっていたクラブラウンジへ。グランドハイアット福岡のクラブラウンジは5階にあるようです。グランドクラブにやってきました。早速中へ入りましょう。こちらがグランドクラブの入り口付近。結構な広さがあります。ちなみにこちらのグランドクラブ、コロナ前より改装を始めており、2023年10月にリニューアルオープンしたばかり。とてもいいタイミングでの宿泊となりました。グランドクラブのテラス、暖かい時期ならこちらで過ごすのも良さそうですね。夜はライトアップもされていました。足元にはウサギの銅像も置かれていました。かわいい。まずはリフレッシュメントの様子をお届けします。ボンボンショコラ、マドレーヌ、アプリコットタルト。こちらはサブレフロマージュとクッキーなど。やめ茶も置いてありました。コーヒーマシンやティーポット、炭酸飲料やお水、ソフトドリンク、アイスコーヒー、いちごのムースとシャインマスカットのタルト。こちらがいただいた軽食たち。どれもさすがのホテルクオリティのお味で大満足のリフレッシュメントでした。アップルジュースも濃厚でとても美味しかったです。続いてカクテルアワーをご紹介します。カクテルアワーの様子をお届けします。まずは野菜スティックとディップ用のソース、ワインなどもたくさん並んでいました。イカのソテーと季節野菜、カッテージチーズとアンチョビバジル風味、サーモンのマリネ、馬刺しのタリアータ。本日の料理はローストポークかな。チーズやドライフルーツ、バゲットやクラッカーもありました。チョコレートクリスプ、キャレショコラ、トルティリヤのチップとミックスナッツ。ナッツは博多又市の塩で味付けされているそう。先ほどもあったいちごのムースとシャインマスカットのタルト、サブレフロマージュとクッキーなど。こちらも引き続きですね。カクテルアワーならではのお食事たち。鮮魚のポワレとポークと生ハムのサルティンボッカ、博
博多地鶏のスコッチブロス。スコッチブロスはスコットランドのスープです。なんとライブキッチンもラウンジ内にあります。早速オーダーしました。チーズの中で準備が進められていきます。完成しました。チーズリゾットみたいな感じですかね。こちらのポワレも魚が追加され完成していました。いろいろたくさんいただいてきました。ものすごいボリュームです。カクテルアワーはお酒のおつまみなどが多い中、夕食として十分なボリューム。そしてどれも美味しい。朝食もこちらグランドクラブでいただくことになります。そちらの様子も後ほど紹介させていただきますね。キャナルシティ博多の中にある福岡生まれのレストランにやってきました。1980年創業のパスタレストランピエトロです。九州だけでなく全国にも店舗を展開しています。早速中へ入ってオーダーしましょう。自分がオーダーしたこちらはナスから1408円。ピリッとうま辛なソースとしっかり焼かれて甘みが増したナスの組み合わせが最高な一品となっています。人気のあるメニューだそう。ホテル内施設の紹介をしていきましょう。まずは動画冒頭でも出てきたホテルの車寄せ。なおホテル専用ではありませんが、キャナルシティ博多の共有駐車場を利用することができます。駐車料金も割と良心的かな。車寄せから中へ入ってみましょう。こちらはホテルのロビー階でもある1階。ぐるっと見渡してみましょう。奥にレセプションが見えていますね。手前がベルデスク、奥がレセプションとなっています。クリスマスに近いタイミングでの宿泊だったこともあり、立派なクリスマスツリーが飾られていました。ホテル公式サイトの情報で紹介していきます。通常の朝食会場ともなっているザ・マーケット F。ザ・マーケット F 内のラウンジスペース。ホテルショップも兼ねており、スイーツ等を購入することもできます。こちらの雰囲気の良い場所はバーマティーニーズ。マティーニをはじめとしてカクテルやシャンパンなどいただけるそう。なんとシガーの取り扱いもあるそうです。こちらは地下1階にあるバーラウンジフィズ。キャナルシティ博多の噴水ショーを目の前で見ることができます。アフタヌーンティーもこちらで楽しめるようですよ。夜のフィズの様子。ちょうどキャナルアクアパノラマが開催されている時間帯でした。ホテルの4階にあるクラブオリンパスをご紹介いたします。プールやジムなどが入っているようですね。なおクラブオリンパスの利用は有料となっています。
スイートルーム、クラブルーム宿泊者は無料で利用可能です。こちらがプールになります。20メートルレーン、25メートルレーンがそれぞれ2本。ジャグジーも用意されているようです。こちらがジムとなっています。フィットネスクラブの扱いなので器具がしっかり揃っていますね。写真で見るだけでも充実度がわかります。クラブの利用者も多いと思いますが、使わないともったいないかもしれませんね。地下施設内にある大浴場、温浴、冷浴どちらもあるそうです。サウナもあります。高温、低温、ミストがあるそう。湯上がりどころといったところでしょうか。ゆったりできそうです。トリートメントルームもスパ内に用意されています。日々の疲れを癒す贅沢なひとときを過ごすのも良さそうですね。おはようございます。朝になりました。新聞朝刊を受け取りました。バッグにもしっかりとロゴのタグが縫い付けられていますね。朝食はグランドクラブでいただきます。早速紹介していきます。グランドクラブに到着しました。まずはこちらのテーブルに並ぶお食事から見ていきましょう。まずはパンのコーナー。クロワッサンやチェリーデニッシュ、パンオショコラ、チョコレートマフィン、モーンデニッシュ、ロールパン。明太バゲットもありました。福岡らしいですね。バター、ブルーベリージャム、オレンジジャム。先ほどのテーブルの反対側を見ていきます。こちらはコールドミールですね。生ハム、ハーフボローニャソーセージ、ロースハム、チキンボローニャ。スモークサーモン、チーズ各種。小さい器に小分けにされたヨーグルトやミューズリー、フルーツグラノーラも入っていました。お次はこちらを見ていきましょう。まずは手前から。サラダのコーナー。キュウリやトマト、人参などが並んでいます。サニーレタスやドレッシングなど。塩、胡椒が並んでいるのも珍しいですね。こちらはコーンフレークやチョコクリスプなど。こちらの冷蔵庫とテーブルを見ていきましょう。トマトジュースや各種ベリーを使った本日のスムージー。下には牛乳や豆乳も並んでいました。テーブルの上にはフルーツが並んでいます。低脂質ヨーグルトと蜂蜜。ライブキッチンも備えているこちらのテーブルを見ていきましょう。ライブキッチンでは卵料理を作っていただけるそう。美味しそうなソースも並んでいました。スクランブルエッグ、雲仙ハム、ベーコン、ソーセージ。新じゃがいものフライ、きのこのソテー、温野菜、野菜のヘルシースープ。大和芋を使ったとろろ。
なんと海鮮丼も自分で作れるみたいです。タコ、タイ、マグロ、カンパチと素材も豪華。佐賀県を代表するお米、佐賀日和を使ったご飯。羽釜というのがまた最高ですね。こちらは筑前煮。お味噌汁も並んでいました。最後にこちらのテーブルを紹介していきます。高菜や梅干し、ひじき、ぬか漬けなど。おぼろ豆腐、冷ややっこにできそうですね。明太子、オクラのごまあえ、だし巻き卵、銀だらの味噌焼き。これとっても美味しかったです。ライブキッチンでオムレツをオーダーしました。卵がとても濃厚そう。期待が高まります。テキパキと仕上げられていきます。完成したオムレツをお皿に移し、無事受け取りました。こちらが持ってきたお食事。ラウンジ朝食とは思えない充実のラインナップです。そして裏メニューのフレンチトースト、並んでいませんでしたが、スタッフさんに伺ったら作っていただけました。フレンチトーストもとても美味しかったです。ぜひ皆様も宿泊した際は食べてもらえたらと思います。ごちそうさまでした。名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。グランドハイアット福岡、いかがでしたか？グランドクラブの充実度がとても良く、福岡旅行の際の常宿にしたいと思えるくらい大満足の滞在となりました。ハイアットのカテゴリーとしてはハイアットリージェンシー横浜などと同じ4らしいですが、こちらの方が上質だと感じました。さて、気になる料金の発表です。1級.com からの予約で金曜宿泊2名1泊朝食クラブラウンジ付きで合計51,730円でした。ポイントは2,720円分即時利用です。誕生日記念の滞在ということでちょっとした贅沢でしたが、こちらにしてよかったです。超おすすめホテルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもホテル選びの参考になったり、ホテルに行った気持ちになれたら幸いです。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。